はいどうも、キスケです。今回は特殊スカウト輝きの祝典について解説していきます。エンドフィールドでは初の復刻ガチャということで注目している管理人も多いですよね。今回の動画では特殊スカウトはお得なのかそうじゃないのか、引くべきなのかどうなのか詳しく解説していきます。興味がある人は最後まで見ていってください。それでは行きましょう。まず一つ注意点なんですが、開催初日から引くのはおすすめできません。次に実装されるオペレーターを見てからでも遅くないんで注意しましょう。特殊スカウトは6月の頭ぐらいまで開催されてて、おそらく新バージョンの情報が5月末付近で来ると思うんで、引くとすればその情報を見てからですね。それでは特殊スカウトの詳細を見ていきましょう。まずラインナップなんですが、限定オペレーターのレーバテイン、ギルベルタ、工場オペレーターのアルデリア、ポグラニチニクが招集可能です。限定オペレーターが招集できるということで、初の復刻ガチャになります。仕様に関しては、まず30回スカウトすると緊急招集を入手できます。要は特殊スカウト限定で使える10連チケットですね。このチケットで回した10連分は天井カウントには含まれないので注意しましょう。次に60回スカウトすると通常スカウト券を10枚入手できます。工場スカウト用のチケットですね。限定スカウトや特殊スカウトで使うことはできません。次に80回スカウトするとランダムな星6オペレーター1体確定。これはレーバテイン、ギルベルタ、アルデリア、ポグラニチニクからの抽選です。要は仮天井ですね。欲しいオペレーターが1体の場合、4分の1で手に入ることになります。次に120回スカウトすると、特殊スカウトで使える招集券を1枚入手できます。これを使用すると、星6オペレーターレーバテイン、ギルベルタ、アルデリア、ポグラニチニクの中から1体自分で選択して受け取ることができます。要は確定天井です。80連の仮天井を外してしまった場合、120回まで回さないともったいないことになります。次に240回スカウトすると、特殊スカウトで使える印補給を1つ入手できます。これはレーバテイン、ギルベルタ、アルデリア、ポグラニチニクの凸素材と交換できるアイテムです。注意してほしいのが、未所持オペレーターの印とは交換できません。例えばレーバテインとギルベルタが未所持で、120連でレーバテイン獲得、240連でギルベルタ獲得みたいなことはできません。240連の報酬はあくまでも所持しているオペレーターの凸素材なんで注意しましょう。以上が特殊スカウトの詳細なんですが、詳細を見た感じだと目当てのオペレーターを確実に入手できるんは120連天井の1体だけっぽいですね。あとは運を天に任せるしかないと思います。以上のことを踏まえて引くべきなのかどうなのかという話をしていくんですが、工場オペレーターはちょっと解説省きます。レーバテインかギルベルタが欲しくて引くか悩んでるという人に向けて解説しますね。まずレーバテインなんですけど、今でも強くて将来性もあるアタッカーです。敵に付与された灼熱を独自のスタック豪華に変換して戦うオペレーターで、その火力は今でも健在。クリアできないコンデンツは今のところありません。そしてレーバテインでパーティーを組んでみると、ウルフガードやアルデリア、アンタルあたりが理想の組み合わせになっていて、格安で組めるところもメリットです。格安で組めるということは、それだけ将来性もあるということです。わかりやすいのがタンタンですよね。タンタンが実装されたことで、ラストライトやイボンヌがめちゃくちゃ強くなりました。レーバテインも同じで、灼熱に特化した術師オペレーターとか、レーバテインと共存できるサブアタッカーとか、まだまだ可能性が残ってるオペレーターですから、引いて損はないと思います。次にギルベルタ。
ギルベルタはアーツダメージを与えるアタッカーが実装されるたびに輝きます。必殺技は5秒という短時間ながら 30% ものアーツ脆弱を付与できますし、戦技の集敵は探索や周回ステージといった普段使いから雑魚敵がわらわら出てくる高難易度コンテンツまで幅広く活躍。現状、集敵はギルベルタだけの特権なんで替えが利きません。しかもですよ、今のエンドフィールドって自然属性のアタッカーがいませんよね。それゆえに戦技の自然付着が腐り気味で別の属性と合わせてアーツ異常を発生させる、もしくは自然付着を無視して集敵だけを目当てに戦技を打つという使い方がほとんどです。つまり自然属性のアタッカーが実装されれば爆発的に評価が上がるオペレーターでもあります。アーツダメージを与えるアタッカーの実装、自然属性オペレーターの実装、集敵という唯一無二の性能、以上のことを考えると引くことを強くお勧めします。両方持っていない人はギルベルタ優先でいいと思いますね。まとめると、ギルベルタを持っていない人は引くのあり、霊馬転移を持っていない人は次に実装されるオペレーターに魅力を感じないなら引くのあり、両方持っていない人はギルベルタを優先。まあこんな感じでしょうかね。参考にしてみてください。いかがだったでしょうか。今回は特殊スカウトの詳細と引くべきかどうかを解説してみました。正直ギルベルタは持っときたいですよね。評価が落ちることあるんかと思えるくらい優秀ですし、アーツダメージを与えるアタッカーが実装されるたびにとりあえず組み合わせてみるということができるのは破格だと思います。この動画を参考に引くか引かないか悩んでください。このチャンネルではこれからもエンドフィールドに関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。